こんにちは、アカデミアの富尾です。富尾ベーシック7ということで、美容業を通じて築き上げられた僕の根本的な考え方を中心にテーマとして語っていきたいと思います。今回は美容師として経験した言葉の大切さをテーマに今日はお話ししたいと思います。言葉の大切さ、言葉は自分を語り、自分を支配するといった内容になります。接客業をしてきたおかげで言葉の大切さは知っていた。美容の接客は初対面のお客様をいかにリラックスさせ、悩みを聞き出し、本音を聞き取るかで、その後ヘアスタイル作りに大きく影響します。言葉の使い方で本音も聞き出すことができ、またちょっとした不注意でお客様を傷つけてもしまいます。新人教育で大切なのはこの言葉の使い方なのです。最低限の接客会話はオウム返しで教えることができますが、会話の中のちょっとした言葉まで教えることは難しく、経験を積み覚えていかなければなりません。例えば、最近私少し太ったと思わないと聞かれたとき、濁しながらもそうですねと答えては気分を害します。最近私少し太ったと思わないと聞いてくるのは太って見えないと言ってほしいのです。また、最近僕の髪剥げてきた？これも安心させるためには、タレントの〇〇さんから見れば髪は多い方ですよと答えます。要は安心させてほしいのです。これって言葉のペテン？いえ、違います。〇〇さんといった例に挙げる人は髪の少ない人を例に出すので、本心で心を込めてお話ししています。そうでないと説得力がありません。本人も納得しないでしょう。男性客で頭の中心部が剥げている人など、頭の後ろが他の女性客に見えにくい席にお通しするなど、同時に配慮も大切になります。これらも言葉から感じることなのです。このような経験から言葉の大切さは知っていたつもりですが、実は言葉は深く探っていくと人間の生死まで関係していきます。今日はここに書き出した言葉について話していきます。1、ある本から知った言葉の大切さとは、言葉の力。言葉にはまだまだ解明されてないことがある。仕事する上でいつも気にしていた言葉。石の上にも3年。この言葉と数字にこだわった。できない理由を見つけない。これらのことについて説明します。はじめに、ある本から知った言葉の大切さとは、14歳からの哲学、著者、池田明子さんの本を読んでから言葉の大切さと奥深さを知りました。言葉は何気なく普段使っているが、はじめに池田明子さんが投げかけたのは、犬はなぜ犬と呼ばれるようになったか。誰しもがいろいろな犬がいるのに、犬といった一言で分かり合えて目の前に犬がいなくてもイメージできるこの不思議さです。では最初に犬と呼ぶように言葉をつけたのは誰なのかを問い始める。何の疑問もなく犬と呼んでいたが、実は言葉は実に深い話だったといったことを知らされた。これは考えもしないことだった。言葉はどのように作られたのかを解明するのではなく、自分が発する言葉が相手を気持ちよくもさせ、また狂気のように傷つけることもできる点に接客業としての興味を持った。言葉はコミュニケーションの道具でもあり、また言葉は自分そのものなのです。だからこそ自分が発する言葉を大事にしなければならないということです。言葉を大事にするということが自分を大事にするということになるのです。自分を語る一言一句が自分の人格を、自分の人生を確実に作っているのだと自覚しながら語ることです。そのようにして生きることです。言葉には万物を創造する力があり、言葉は魔法の杖なのです。人は魔法の杖を使ってどんな人生も作ることができるということです。それはその言葉を持つ人の自分自身の心構えの一つなのです。ですから言葉はその人自身の内面を表します。最初に言葉の力について考えてみましょう。言葉は人間を支配する力を持っています。それを言うその人を必ずそんな風にしてしまうものなのです。正しい言葉を話す人は正しい人だし、くだらない言葉を話す人はくだらない人だと、その人が話す言葉によって誰しも人を判断します。その人の話す言葉がその人を紛れもなく示していると気がつくでしょう。世界を作った言葉は人間も作るということを僕は今まであまり自覚してこなかった。あの人の言葉に傷ついたと僕たちは何気なく言ってますが、まるで言葉がナイフでそれが心を切り裂いたかのようだ。しかし、そんな現場、見た人はいません。見ることはできなくても、人は確実にそれを感じています。ナイフの言葉で心を切られたり、心の痛みは明らかです。言葉は人の現実を動かすだけの力があります。現に SNS に発せられた言葉、活字が人を苦しめ、死に追いやった事件も起きています。また、小池百合子東京都知事も、あれだけ人気があり勢いがあったのに、排除しますといった言葉を
発することで勢いがなくなり、今や人間性までネットの世界では疑われています。その人の発する言葉は人間性を表すといったことは、いろいろな事例から感じ取ることができます。言葉にはまだまだ解明されていないことがある。生まれたては言葉を話すことはできない。犬のことはワンワン、車のことはブーブー。それがいつの間にかワンワンは犬と知り、ブーブーは車のことと知る。これは親が教えているからだ。では、犬といった言葉を作ったのは誰なのか。何百年遡っても辞書を引いても出てこない。犬という言葉がなければ犬はいないし、美しいといった言葉がなければ美しいものなんかないことになる。一つの花が美しいか美しくないかは人それぞれの感じ方にはなるが、自分が美しいと感じるものはある。それは美しいという言葉があるから表現できるのです。これらは最近読んでいる池田明子さんの言葉から言葉の深さと不思議さを学んだのです。生きていれば一度会って聞きたいことが山ほどありました。実はこの人の本を数冊読んで興味を抱いた。仕事する上でいつも気にしなければならない言葉、スタッフにもお客様にも傷つけない言葉の使い方として最低限にはなるがお話ししていました。まず仕事する上で心がけておきたいことがある。また言葉は人を動かすこともある。賢人が残した言葉には自分の心を揺り動かされた。人を指導するときなど、やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かず。話し合い、耳を傾け承知し、任せてやらねば人は育たず。これは山本五十六の名言です。人の一生は重荷を背負うて遠き道を行くがごとし、急ぐべからず、徳川家康の名言です。誠実でなければ人を動かすことはできない。人を感動させるには、自分が心の底から感動しなければならない。自分が涙を流さなければ人の涙を誘うことはできない。自分を信じなければ人を信じさせることはできない。ウィンストン・チャーチル。仕事をする上でいつも思い描いた言葉、それは石の上にも3年です。また、できない理由を見つけない。この言葉にも非常に心打たれました。まず、石の上にも3年、数字にこだわった。冷たい石でも3年間座り続ければ温まるといった意味だ。長く続けると何か見えてくる。また長く続けることがスペシャリスト。その道のプロになるといったことだ。要は長く続けていると自分よりも覚えが早く器用であった人でも途中でやめていき、結果的には長く続けることがその道のプロになるといった意味です。仕事に就くとき嫌いではないがあまり乗り気のしない場合もあります。そのような時はとりあえず3年は頑張ってやってみる。三日坊主。秋っぽくて何をやっても長続きしない自分への戒めの言葉として好きでした。3という数字にこだわった。3日、3ヶ月、3年、30年。僕が美容ビジネスをした頃は職人肌の人が多く、途中採用で3日以内に何の断りもなしに自分の道具を持って辞めていく職人が多くいた。まずは3日が近づく手前でその人と酒を酌み交わし、話をするようにしていた。そして3週間が近づく頃にも、もう一度、そして3ヶ月頃、3の2倍の6ヶ月頃、何かイベントをしてやる気を引き出すといったことをやめさせないように気を配っていたのです。1年いれば3年は勤めてくれる。また3年後の目標を定め、長く勤めてくれれば、自分から結婚でもしない限り退職はしないのです。結婚を機に退職するのは大抵が女性。自分への戒めとしても3という数字に僕はこだわった。美容界はそれほど簡単に人を裏切り辞めていく世界に僕は当初驚いた。だからこそこの3という数字にこだわり気配りもした。僕の中では同じ間違いは3回しないといつも心に決めていた。スタッフには入社時の決め事として同じ試験に3回失敗したら職を変えるように、これは約束ごとにしていた。実はこれは教える側にも同じテストを3回ミスらせるわけにはいかないといった真剣さが求められるのです。次にできない理由を見つけない。仕事でも遊びでも何かを決めたらできない理由は見つけない。できる理由を探す。できない理由は見つけやすいが、できる理由を見つけていくのは難しい。だからこれも自分の心の糧としてこだわってきた。賢い人々が考え抜いてきたからこそその知識が言葉によって、また古典という書物によって何
何千年にわたり伝わってきた、時代を通じて全く変わることなく残ってきた言葉は、人生にとって最も大切で、しかも決して変わるものではないのです。まとめてして言葉の大切さ、言葉は自分を語り、自分の心を表します。また人を支配し、傷つけるといった面があります。またある部分人を洗脳するといった怖さもあります。今回は以上になります。ブログでも関連したことを書いておりますので、そちらも見ていただけたら嬉しいです。いいねボタンはモチベーションアップにつながります。チャンネル登録もよろしくお願いします。もし良いと思われた部分や考え方を聞きたいなといったことがありましたら、ご意見お待ちしております。それでは皆さんご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。さようなら。